皆さんこんにちは。フルスタックチャンネルです。今回は Next.js と Django REST フレームワークを使用してブログシステムを構築していきます。最新バージョンを使用していますので、これまでに Next.js と Django を使用してプロジェクトを構築した経験がある方にとっても新しい発見になると思います。ブログシステムは前回構築した認証システムをベースに記事の一覧表示、詳細表示、新規投稿、記事の編集、削除機能を実装していきます。この講座で習得する技術は、ブログシステムの構築に限らず、幅広い Web アプリケーションに応用可能です。Next.js の柔軟なフロントエンド開発と、Django の強力なバックエンド処理を組み合わせることで、創造的なアイデアを現実のプロジェクトに反映することができます。Next.js と Django REST フレームワークを使用したブログシステムに興味がある方は、ぜひ参考にしてください。それでは、始めていきましょう。今回のチュートリアルは、認証システム構築編の続きから実装していきます。認証システム構築編では、ログイン、サインアップ、パスワード再設定、プロフィール表示、プロフィール編集、パスワード変更機能を実装しています。まだ認証システムを構築していない方は、こちらの動画を参考に実装してください。Django から開発をしていきます。仮想環境に入っていることを確認してください。Django のアプリケーションを作成していきます。App という名前のアプリケーションを作成します。Django の設定をしていきます。アプリケーションを追加したので、Installed Apps に App を追加します。モデルを作成していきます。投稿モデルを作成し、UID、ユーザー、サムネイル画像、タイトル、投稿内容、更新日時、作成日時のフィールドを追加します。UID は、投稿が作成された後に自動で保存するようにしています。投稿モデルを管理画面で操作できるようにします。一覧で表示する項目を設定しています。モデルを作成したので、Make Migrations、マイグレートコマンドでデータベースを再構築します。URL を設定していきます。プロジェクト用の URL に投稿用の URL を追加します。アップフォルダに URL ファイルを作成します。投稿一覧、投稿詳細、新規投稿、編集、削除の URL を設定します。デフォルトルーターは API の URL ルーティングを簡単にするためのツールです。これを使用すると、一連の標準的な RESTful API エンドポイントを自動的に生成することができます。デフォルトルーターは、ビューセットを URL に結びつける際に便利で、クリエイト、リード、アップデート、デリート操作のための URL パターンを自動的に生成します。ポストビューセットは、投稿データを操作するためのビューセットです。特定のデータモデルに対する操作を一つのクラスにまとめたもので、これを使用すると、同じデータに対する異なる種類のリクエストを処理するためのメソッドを集約できます。シリアライザーを作成していきます。シリアライザーは、モデルインスタンスやクエリセットを JSON フォーマットに変換し、API を通じて外部システムと通信できるようにします。データのバリデーションとデシリアライゼーションもサポートしているので、フロントエンドとバックエンド間でデータを効率的に受け渡すことができます。投稿のシリアライザーを作成します。UID は読み取り専用に設定します。ユーザーはユーザーシリアライザーを読み取り専用で設定します。イメージはベース64でエンコードされた画像を受け入れるカスタムフィールドを使用します。ビューを作成していきます。必要なモジュールをインポートします。投稿の一覧を取得するための API ビューを作成します。リスト API ビューを使用していきます。クエリーセットにはポストモデルのオブジェクトを更新日時の項順で設定します。シリアライザークラスにはポストシリアライザーを設定してデータを JSON 形式に変換します。パーミッションクラスには AllowAny を設定してどのユーザーでもアクセス可能にします。特定の投稿の詳細情報を取得するための API ビューを作成します。レトリーブ API ビューを使用していきます。ルックアップフィールドには
特定の投稿を識別するための UID を設定します。新規投稿、投稿編集、削除を行うための API ビューセットを作成します。パフォームクリエイト関数を作成して、新規投稿時に投稿を作成するユーザーを保存しています。Django の動作を確認します。ランサーバーでサーバーを起動します。Django の管理画面に遷移します。管理画面でいくつか投稿してみましょう。2件ほど投稿しておきます。これで Django の構築は完了です。次は Next.js の構築をしていきます。トップページに投稿一覧を表示する機能を実装していきます。必要なモジュールをインポートします。ホーム関数を作成します。getPostList 関数をコールして投稿一覧を取得します。投稿の取得に失敗したり、投稿が存在しない場合は、エラーメッセージを表示します。ポストアイテムコンポーネントで投稿を表示します。アクションズフォルダにポストファイルを作成します。ユーズサーバーを設定してサーバーアクションズを使用します。サーバーアクションズはクライアント側でのデータ処理をサーバー側で行うための機能です。これにより通常クライアント側で必要だった複雑なデータ処理をサーバー上で完結させ、クライアント側のコードをシンプルに保つことができます。API リクエストを共通化するために FetchAPI 関数を作成します。コードの重複が減少し、メンテナンスが容易になります。投稿一覧を取得する API を作成します。Django のエンドポイントに投稿一覧取得のリクエストを送信します。その際、キャッシュにノーストアを設定して、キャッシュを無効化します。サーバーサイドのフェッチリクエストで、リソースが毎回リモートサーバーから取得されることを保証します。投稿一覧のアイテムを表示するコンポーネントを作成します。必要なモジュールをインポートします。ポストアイテム関数を作成します。投稿日時は相対時間に変換して表示するようにします。サムネイル画像、タイトル、アバター画像、ユーザー名、投稿日時を表示します。動作を確認します。Next.js を起動します。トップページに Django の管理画面で直接登録した投稿が表示されていることを確認します。投稿の詳細を表示する機能を実装していきます。ポストフォルダとポスト ID フォルダを作成します。必要なモジュールをインポートします。ポストディテールページ関数を作成します。動的ルーティングから投稿 ID を取得します。認証情報を取得します。getPostDetail 関数をコールして投稿の詳細を取得します。投稿の取得に失敗したり、投稿が存在しない場合は、エラーメッセージを表示します。ポストディテールコンポーネントをコールして、投稿の詳細を表示します。投稿詳細を取得する API を作成します。Django のエンドポイントに、投稿詳細取得のリクエストを送信します。投稿詳細コンポーネントを作成します。
必要なモジュールをインポートします。ポストディテール関数を作成します。サムネイル画像、タイトル、アバター画像、ユーザー名、投稿日時、投稿内容を表示します。動作を確認します。投稿詳細ページに遷移して、投稿の詳細が表示されることを確認します。新規投稿する機能を実装していきます。必要なモジュールをインポートします。ポストニューページ関数を作成します。認証情報を取得して、認証していない場合は、ログインページにリダイレクトします。ポストニューコンポーネントをコールして、新規投稿フォームを表示します。新規投稿コンポーネントを作成します。必要なモジュールをインポートします。タイトル、投稿内容の入力データの検証ルールを定義します。ポストニュー関数を作成します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。投稿ボタンをクリックすると、オンサブミット関数がコールされます。画像をアップロードすると、ベース64の文字列が設定されます。クリエイトポスト関数をコールして、新規投稿を実行します。新規投稿に失敗したら、エラーメッセージを表示します。新規投稿に成功したら、トーストを表示して、詳細画面に遷移して、キャッシュをクリアします。画像をアップロードすると、オンチェンジイメージ関数がコールされます。ファイルサイズのチェックを行い、ベース64の文字列を設定します。2MB を超える画像は、アップロードできないようにします。新規投稿するフォームを作成します。サムネイル画像は、イメージアップローディング関数を使用して、アップロードします。アップロードした画像を表示します。画像を変更するボタンを表示します。タイトル、投稿内容を入力するフォームを表示します。新規投稿 API を作成します。Django のエンドポイントに新規投稿のリクエストを送信します。動作を確認します。ユーザーナビゲーションから新規投稿画面に遷移します。サムネイル画像、タイトル、投稿内容を入力して、投稿ボタンをクリックします。投稿が完了すると、詳細画面に遷移します。投稿を編集する機能を実装していきます。投稿詳細コンポーネントに編集ボタンを追加します。投稿者とログインユーザーが同じ場合は、編集ボタンを表示するようにします。投稿編集ページを作成します。必要なモジュールをインポートします。ポストエディットページ関数を作成します。動的ルーティングから投稿 ID を取得します。認証情報を取得して、認証していない場合は、ログインページにリダイレクトします。Get ポストディテール関数をコールして、投稿の詳細を取得します。投稿の取得に失敗した場合や、
投稿が存在しない場合は、エラーメッセージを表示します。投稿者とログインユーザーが同じ場合は、投稿編集コンポーネントを表示します。投稿編集コンポーネントを作成します。必要なモジュールをインポートします。タイトル、投稿内容の入力データの検証ルールを定義します。ポストエディット関数を作成します。ユーズステートでサムネイルのデフォルト画像を設定します。ユーズフォームを使用してフォームの状態を管理します。編集ボタンをクリックするとオンサブミット関数がコールされます。画像をアップロードするとベース64の文字列が設定されます。アップデートポスト関数をコールして投稿を編集します。投稿編集に失敗したらエラーメッセージを表示します。投稿編集に成功したらトーストを表示して詳細画面に遷移してキャッシュをクリアします。画像をアップロードするとオンチェンジイメージ関数がコールされます。ファイルサイズのチェックを行い、2MB を超える画像はアップロードできないようにします。投稿を編集するフォームを作成します。サムネイル画像、タイトル、投稿内容を入力するフォームを表示します。投稿を編集する API を作成します。Django のエンドポイントに投稿編集のリクエストを送信します。動作を確認します。投稿詳細画面で編集ボタンをクリックします。投稿編集画面に遷移してタイトル、投稿内容を編集します。編集ボタンをクリックすると投稿が編集されて詳細画面に遷移します。投稿を削除する機能を実装していきます。投稿詳細コンポーネントに削除ボタンを追加します。デリートポスト関数をインポートします。削除ボタンをクリックするとハンドルデリートポスト関数がコールされます。ログインユーザーと投稿者が異なる場合はエラーを表示します。デリートポスト関数をコールして投稿を削除します。投稿削除に失敗した場合はエラーを表示します。投稿削除に成功した場合はトーストを表示してトップページに遷移します。投稿削除ボタンを追加します。投稿を削除する API を作成します。Django のエンドポイントに投稿削除のリクエストを送信します。動作を確認します。投稿詳細画面で削除ボタンをクリックします。削除するとトップページに遷移して投稿が削除されていることを確認します。以上で Next.js と Django REST フレームワークを使用したブログシステム構築は終了です。記事の一覧表示、詳細表示、新規投稿、記事の編集、削除機能を実装することができました。今回学んだ技術はブログシステムに限らず幅広い Web アプリケーションに応用可能です。Next.js の柔軟性と Django の強力なバックエンド機能の組み合わせは実際のビジネスシーンにおいても非常に重要であり、創造的なアイデアを現実のプロジェクトに生かすための強力なツールとなります。今後は習得したスキルを実際のプロジェクトに活用し、さらに発展させていってください。この講座があなたの Web 開発キャリアにおいて重要な一歩となり、新たな挑戦を通じてさらに高いレベルのスキルを獲得するきっかけとなることを願っています。講座のソースコードは LINE 登録するとダウンロードできるようになっています。
他の講座のソースコードも簡単にダウンロードできます。最新情報も届きますので、ぜひお友達登録をお願いします。チュートリアルは全でも解説していますので、参考にしてください。概要欄に貼り付けておきます。Q&A サイトを公開しましたので、講座の不明点や個人開発の疑問点など、何でもご質問ください。会員登録しておくと、新着の講座情報が届きます。もし参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。